こんにちは、Rock204 チャンネルです。今回は Python GUI を使用した筋電図分析と題しをお送りします。筋電図分析ソフトの操作を説明します。まずこちらの方でファイルを設定して、そしてファイルをここでアドレスを表示します。そしてデータ表示をするとこういうふうに表示されます。で、ここの表示範囲はですね、ここで、こういう形で、表示を設定することができます。そして、整流処理はこのボタンを押すとこういうふうな形で整流処理をして、この範囲のデータをこちらの方に分析できるようになっています。それからこちらの方ですね、こう動かしてこの範囲の再計算をこのボタンで押すとここで表示されるというようなプログラムになっています。筋電図分析プログラムの画面構成について見ていきましょう。ウィンドウの左上からラベルラ01。その下がテキストボックス TX アンダーラインボックス。その下にボタンを4つ配置しました。ファイル指定はボタンアンダーライン A。データ表示はボタンアンダーライン B、整流はボタンアンダーライン C、再計算はボタンアンダーライン D を割り当てます。そして、その下にスケールを用意します。これはグラフの X 軸の表示下限値と上限値を調整するものです。下限値設定にはスケール1、上限値設定にはスケール2を割り当てます。そしてその下にツールバーを表示し、さらに下にキャンパスを割り当て、そしてにフィギュアを配置します。右上はメッセージメスの表示に使用するものです。こちらはインポートするモジュールとなります。GUI 環境のモジュールは Takinter。ダイアログの表示は Takinter.FileDialog を用います。またデータの操作などの計算は Pandas を使用します。グラフの表示は Toplotiv.Piplat を用います。6行、7行はグラフの埋め込みに使用するモジュールとなります。8行のNumPyは配列操作に使用します。こちらはグローバル変数の設定です。CSV ファイルを取り込むデータフレームは DF と設定します。そして、このデータフレームより秒と筋電図データを抽出したものを EMG アンダーラインデータとします。この波形を整流したデータを入れるのにデータフレーム整流を用います。EMG01 アンダーラインミンは筋電図の最小値、EMG01 アンダーラインマックスは筋電図の最大値を入れるのに使用します。またグラフの X 軸の下限を SEC アンダーラインミン、上限値を SEC アンダーラインマックスに代入します。こちらはウィンドウの設定を示しています。画面サイズは 1200×800 とします。またファイルアドレスの表示用テキストボックスは97、98行で設定しています。こちらはボタンとメッセージの設定プログラムになります。こちらはスケールの設定プログラムです。X 軸の下限をスケール1で調整します。この時41を戻り値として設定します。小数点以下まで取り込むために、116行ではできた .wvar として定義します。同様に122行以下で X 軸の上限を設定するスケール2を設定します。こちらはグラフ用オブジェクトの設定を示しています。オブジェクトは Fig フィギュアで設定しています。そして138から139にかけて、この Fig をキャンバスに埋め込んでいます。こちらはツールバーの設定を示しています。こちらは Push アンダーライン A 関数になります。分析する筋電図ファイルを選択しアドレスを取得するものとなります。ファイルダイアログを開きファイルを選択し、開くを押すと TX アンダーラインボックスの中にアドレスが表示されるようにしています。こちらは Push アンダーライン B 関数です。筋電図データを読み込み、データの抽出、変換などを行いグラフ表示するまでを行います。先ほどのスライドの続きとなります。変換処理された EMG アンダーラインデータより時間軸を AX、筋電図データを Y 軸として取り込み、それを41行42行でグラフの系列に設定します。そして43行44行でこのデータの最小値と最大値を求めています。
また時間軸の最小値、最大値も45行46行で求めています。このデータをもとに47行48行でグラフ範囲の設定を行い、49行でグラフの描画を行っています。50行51行は上で計算された時間軸の最小値、最大値をスケールに設定し、つまみを移動しています。こちらはプッシュアンダーライン B の例外処理の部分となります。プッシュアンダーライン C では整流波形と統計値の表示を行っています。整流処理は62行で行い、63行で変数整流に整流値データを設定しています。また変数 y に取り込まれたデータは、グラフの y 系列として設定を67行で行っています。変更されたデータをもとに69行でグラフを再描画しています。表示されたグラフの上限値、下限値をもとにデータを72行で抽出し、このデータをもとに73行で統計値を表示しています。こちらは関数 get_line スケール関数で X 軸表示範囲を変更を行い、プッシュアンダーライン D 関数で統計値を再計算する記述を書いています。